皆さん、こんにちは。ミヒジャパニーズポッドキャストのミヒです。今日も聞いてくれてありがとうございます。今回のテーマは、日本のコミュニケーションでとても大切な本音と建前についてお話しします。日本に住んでいたり、日本人と話していると、あれ？この人、本当はどう思ってるのかなと思うことありませんか？それはもしかしたら日本特有の本音と建前という考え方が関係しているかもしれません。このテーマを知っておくと日本人との会話がもっとスムーズになりますよ。では早速始めましょう。本音というのは心の中で本当に思っていることや感じていることのことです。私たちは普段人との関係を考えながら話していますが、実は心の中では違うことを思っていることもありますよね。例えば友達とレストランに行った時のことを考えてみてください。友達がこの料理美味しいよねと聞いてきたとします。でも自分は正直あまり好きじゃなくて、そんなに美味しいとは思わないなぁと感じている。だけどその場では美味しいねと答えてしまうこともありますよね。この本当はそんなに美味しいとは思っていないっていう気持ち、これが本音です。つまり本音とは自分の心の中にある正直な気持ちや考えのことなんです。まず本音で話せると相手との信頼関係が深まりやすいです。お互いに隠し事なく話せることでより強い絆が生まれるんですよね。嘘っぽい会話ではなく本当の気持ちを伝え合うことで心からの友達になれるんじゃないかなと思います。それから本音を伝えることで誤解が少なくなるというメリットもあります。例えばなんでそんな風に思ってるのと疑われたり、そんなつもりじゃなかったのにと誤解されたりすることはよくありますよね。でも本音を素直に伝えられればそういった行き違いを防ぐことができます。自分の気持ちをしっかり伝えることでよりスムーズに会話ができるようになります。さらに本音を言えるとストレスが減るというのも大きなポイントです。本当の気持ちをずっと抑え込んでいると心の中にモヤモヤが溜まってしまいます。でも素直に気持ちを表現できれば気持ちがすっきりしてストレスを減らすことができるんですよね。しかし本音を言うことには気をつけなければいけないこともあります。まず本音をそのまま伝えることで相手を傷つけてしまうことがあります。例えば友達にこの服どうと聞かれたときに正直な気持ちで違うスタイルも試してみるのもいいかもねと言ってしまったら相手はショックを受けるかもしれませんよね。どんなに本音でも伝え方を間違えると相手を悲しませてしまうことがあります。それに本音を言い過ぎると時には喧嘩の原因にもなってしまいます。自分の気持ちを正直に伝えるのは大切ですが、それが相手の意見とぶつかってしまうと関係が悪くなることもあります。特に強い言い方をしてしまうと、なんでそんなこと言うのと怒らせてしまうこともあるので気をつけないといけません。もう一つ、本音を言うときに大切なのは場所や相手を考えることです。例えば会社で上司にこの仕事どう思うと聞かれたときに正直めっちゃめんどくさいですと言ってしまったらどうなるでしょう。もちろん上司はいい気分にはならないですよね。本音は大事ですが、どこで誰に話すのかを考えないと思わぬトラブルにつながることもあります。こう考えると本音はとても大切ですが、
いつでもどこでも何でも言えばいいというわけではないことがわかりますね。自分の気持ちを大切にしつつ、相手や場面をしっかり考えながら本音をうまく伝えることが大事なんです。しかし、日本のコミュニケーションでは本音だけでなく建前も重要な役割を持っています。建前っていうのは社会のルールや現場の雰囲気を考えて話すとか、表向きの言葉や態度のことです。つまり本当の気持ち、本音とは違って、こう言った方がいい、こうした方が丸く収まると思って使う言葉なんですね。例えばこんな場面を想像してみてください。職場で上司が会議の後に今日の会議どうだったと聞いてきたとします。正直な気持ちは話が長くてあんまり意味なかったなかもしれません。でもそこで、いや、ちょっと長かったですとは言いませんよね。代わりにとても勉強になりましたとか、いろいろな意見が聞けてよかったですみたいに答えることが多いはずです。こういう場の空気を読んだ答え方、これが建前です。また、友達の家に遊びに行った時、お茶やお菓子を出されたらどうぞと言われても、すぐには手をつけずに、いえいえ大丈夫ですよと遠慮することありますよね。でも本当はちょっと食べたい。これも日本の建前の一つです。建前と聞くと嘘をついてるみたいで嫌だなと思う人もいるかもしれません。でも建前には大事な役割があるんです。では、なぜ建前が大切なのでしょうか。まず、建前を使うことで人間関係がスムーズになります。日本でははっきりと本音を言いすぎると相手との関係が悪くなってしまうことがあります。建前を取り入れることで円滑なコミュニケーションが生まれ、人間関係を良好に保つことができるんです。特に職場やフォーマルな場面では建前があるからこそ物事がスムーズに進むことが多いんですね。次に建前を使うことで相手に気を使うことができます。本音をそのまま言うと相手を傷つけてしまうことがありますよね。でも建前をうまく活用すれば相手に配慮しながら会話を進めることができます。例えば友達が新しい髪型にしてどうと聞かれたとき、本音では前の方が良かったかなと思っていても、すごく雰囲気変わったねとか、新しい感じでいいねと言えば、相手を傷つけずにポジティブな反応を返せます。さらに、建前は社会のルールとしても必要です。日本社会には暗黙のルールが多く存在し、建前もその一つです。例えば、仕事の面接で御社の企業理念に共感しましたという人は多いですが、本音では安定した会社だから入りたいと思ってるかもしれません。でも、そこで給料がいいからです。と正直に言うと、面接官の印象が悪くなってしまう可能性がありますよね。社会の中で円滑に生きていくためには、建前をうまく使うことも必要なんです。しかし、建前にはいい面もありますが、使いすぎると問題が生じることもあります。例えば、友達に頼み事をされたとき、本当は今日はちょっと無理かもと思っていても大丈夫だよと無理をして引き受けてしまうと、後で自分が大変になってしまうかもしれません。こういう時は、今日は難しいけど別の日なら大丈夫だよと素直に伝えた方がお互いに気持ちよくやり取りができるでしょう。さらに日常生活の中で常に建前モードで過ごすことで精神的に疲れてしまうこともあります。例えば友達と遊ぶ約束をしたけれど、本当はその日はちょっと疲れていて
家でゆっくりしたいと思っているとします。しかし、せっかく誘ってくれたし、断るのは悪いかなと思って無理をして出かけると、楽しむどころか余計に疲れてしまうかもしれません。こういう時は、今日はちょっと疲れてるから別の日でもいいと素直に伝えた方がお互いにとって気持ちのいい関係を築けるでしょう。また、場面によっては建前が逆効果になることもあります。例えば、友達同士で食事に行くとき、何が食べたいと聞かれたとき、毎回何でもいいよと答えていると、相手は本当に何を食べたいんだろう、迷ってしまうかもしれません。最終的に、じゃあ、ラーメンにしよう。決まっても、実はラーメンの気分じゃなかった。ともやもやすることもありますよね。こんな時は、ラーメンもいいけど、今日はパスタの気分かも素直に伝えた方が、お互い気持ちよく食事を楽しめるでしょう。このように、建前は人間関係をスムーズにする一方で、使い方を間違えるとストレスになったり逆効果になったりすることもあります。日常生活の中では建前を上手に使いながらも、必要な場面では本音をしっかり伝えることが大切ですね。こうして見てみると、本音には本音の良さがあり、建前には建前の大切な役割もありますよね。でも、じゃあ結局どっちを使えばいいのと悩んでしまうかもしれません。実は大事なのは、どちらかを選ぶことではなく、うまくバランスを取ることなんです。では、どうやって本音と建前を上手に使い分ければいいのでしょうか。日本のコミュニケーションには本音と建前の両方が大切です。どちらか一方だけではうまくいかないことも多いんですよね。例えば、本音だけで話すとどうなるでしょう。この服どうと友達に聞かれて、正直にあんまりに合ってないかもと答えたら、きっと相手はショックを受けてしまうかもしれません。また、職場でこの仕事大変だよねと聞かれて、はい、本当に最悪ですと言ってしまったら、雰囲気が悪くなってしまうこともあります。で、本音を大切にすることは大事ですが、それをそのまま伝えることで、相手との関係が悪くなってしまうこともあるんです。一方で、建前ばかり使っていると、どうでしょう。誰に対しても、すごいですね。素晴らしいですね。とあたり障りのないことばかり言っていたら、この人、どう思ってるんだろうと疑われてしまうかもしれません。特に、親しい友達や家族との関係では、建前ばかり使っていると、本当のことを話してくれないと感じられて、距離ができてしまうこともあります。だからこそ、本音と建前のバランスが大切なんです。例えば、親しい友達や家族と話すときは、本音をしっかり伝えた方がいいですよね。ただ、相手を傷つけないように言葉を選ぶことも忘れずに、一方で、職場やビジネスの場面では、建前を意識することで、スムーズな人間関係を築くことができます。でも、必要な時には、本音を伝えることも重要です。例えば、このプロジェクトをもっとこうした方がいいと思いますと、冷静に意見を言えれば、より良い結果につながることもありますよね。つまり、相手や場面に応じて、本音と建前を上手に使い分けることが、円滑なコミュニケーションの鍵になるんです。本音だけでもダメだし、建前だけでもうまくいかない。どちらも大切にしながら、ちょうどいいバランスを見つけていくことが、日本でのコミュニケーションをうまくやっていくコツなのかもしれませんね。じゃあ、最後まで聞いてくれて、本当にありがとうございます。今日の話、いかがでしたでしょうか。皆さんの率直な感想をぜひコメントで教えてくださいね。面白かった、勉強になった、共感した、など、
どんなことでも構いません。皆さんの声がこれからのポッドキャスト作りの大きな励みになります。それでは今日はここまでです。いつもありがとうございます。お疲れ様でした。また次回お会いしましょう。